はい、ネイティブインストゥルメンツ社より待望のマッシブ X がリリースされました。前作のマッシブがリリースされたのは今から10年以上も前のことです。その間にも音楽シーンは常に変化しています。ここでは時代に合わせて進化したマッシブ X の概要、使い方、サウンドを数回にわたって解説していきます。また同社のコンプリート12以上をお使いの方はネイティブアクセスよりマッシブ X を無償でダウンロード、使用することができます。まず、マッシブ X の立ち上げですが、通常のようにインストゥルメント音源として立ち上げることができます。また、同じインストゥルメンツからこちらコンプリートコントロール、この中でも起動が可能です。このインストゥルメンツ内にマッシブ X 用意されていますので、ここから読み込みを行います。また、このライブラリー内にマッシブ X 表示されていないという場合は、このメニューの中からエディット、そしてプリファレンスにアクセスします。このライブラリー、プラグインズのですね、右下、リスキャンが用意されていますので、こちらをクリックしてプラグインのスキャンを行ってください。製品にはすぐに使用できる優秀なプリセット、豊富に用意されています。プリセットを呼び出すと、このようにですね、主要パラメータにマクロコントロールが割り当てられています。この部分、コンプリートコントロール実機のノブと完全連動していますので、すぐにこれらパラメータを調整することができます。また、コンプリートコントロールでは、スケール機能やアルペジオ機能を使用可能です。これをマッシブ X と合わせて使用すると、非常に多彩なサウンドを生み出すことができますので、コンプリートコントロールをお持ちの方は、ぜひこのモードでご活用いただけたらと思います。また、同社のマシン2、マシン上のノブから簡単にマッシブ X をコントロールできます。それでは解説進めていきます。まず今回、1から説明していきたいので、初期状態にセットします。この場合ですね、プリセットをクリックしまして、このクイックスタート。この上2つがイニシャライズ、初期化になります。下がブランクとなっており、今後解説しますルーティング、すべて外れた状態になっていますので、特別な理由がない限りはこちら、上のイニシャライズを選択することをお勧めいたします。このように初期状態になりました。まずメインのオシレーター、1と2、2つが用意されています。やはり製品最大の特徴といえば、ウェブテーブルのオシレーターです。この部分をクリックしますと、このように波形がカテゴリー別で用意されています。一通り確認しましたけども、どれも非常に面白く個性的なサウンドになっていました。通常のシンセに搭載されているオーソドックスな波形を使用する場合は、こちらベーシックスをクリックします。この中にサイン、トライアングル、ソー、スクエアというプリセット用意されていますので、これを選択します。ウェーブテーブルというのは、一つの波形プリセットの中に複数の波形が組み込まれていることを指します。このテーブルノブを回すことによって、サイン、トライアングルとソー、そしてパルス寄りになりまして、スクエア。ウェーブテーブルの特徴は、互いの中間の波形を使用することができるというところにあります。それではですね、ちょっと違う波形読み込んでみましょうか。そうしますと、このようにちょっと複雑な波形用意されていますね。これも、このような形で波形と使用するポイントを指定していくという感じです。で、今お聞きいただいたように、ただこのポイントですね、選択するよりも動かした方がですね、サウンドに動きがついて表情豊かになります。このマッシブ X に限ったことではないですが、シンセサイザーの音作りは、フィルターやピッチを含め、様々なものにですね、ニュアンスをつけて表情を豊かにしていくというところがポイントになりますので、今回も演奏されている時に、このノブが動くように設定しましょう。マッシブ X には、サウンドに動きをつけるためのモジュレーター、非常に豊富に用意されています。新機能としてこちらパフォーマー、小節や拍に合わせて、このようにポイントを追加、自由にですね、モジュレーションのカーブ、描くことができます。パフォーマーは3つ用意されていまして、1つのパフォーマー内に、このように複数の設定を記録して、キーボードから切り替えることもできます。そしてトラッカー、演奏されるノートのピッチやベロシティに準じて、モジュレーションの適用量を細かく調整可能です。これら詳細は次回以降の動画で解説していきます。まず押さえておいていただきたいのがこちらエンベロープセクション。選択しますとその内容に入ることができます。エンベロープ1番に関してはこのアンプ部分、ボリュームをコントロールするために使われています。他のエンベロープ LFO はですね、このように機能を切り替えることができるんですけども、1番は固定といったところ、必ず覚えておいてください。アタックを上げますと、サウンドの入りボリュームに時間差を与えることができます。このように柔らかい印象になりますね。その他にもこちらサスティーン、鍵盤を押している時のボリューム、そしてサスティーン到達するまでの時間、ディケイ、鍵盤を離した際に残る残響、リリースをコントロールすることができます。他のモジュレーションは空いていますので、
このエンベロープを使ってウェーブテーブルに動きを与えてみます。前作と同様に、このように十字カーソルが用意されています。目的のところにドラッグします。あとはこのエンベロープによってどのぐらい変化するのかといったところを、この数字部分を上下ドラッグして決めていきます。例えばこのようにしまして、ただ伸ばしているだけでもサウンドに変化を与えることができます。このモチュレーションを削除するには、この部分右クリックしましてデリートを選択します。同様の考え方で LFO も割り当ててみましょう。4番のですね、LFO をこのように適用します。エンベロープと同様に上下ドラッグしまして、こんな感じで変化幅を指定します。これで LFO4 番でウェーブテーブルのノブが変化します。先ほどのエンベロープと異なり、指定したカーブを繰り返すというところが特徴です。もう少し柔らかい変化欲しければ丸みのあるものを選択という感じですね。はい。そしてちょっと変化量速いといった時はこちらレートを使います。極端に上げていきますと、このような特殊効果を生み出すこともできますが、今は自然な変化が欲しいので、これを遅くしていきます。このような感じでしょうか。演奏している間、この区間をレートで設定したスピードで繰り返し続けるという形になります。そしてこのウェーブテーブルのサウンドにさらにバリエーションを与えられる10種類のモードが用意されています。これはウェーブテーブルの読み出しを決定するものとなっており、選択したモードに合わせて下2つのパラメータも変化します。これらの詳細は次回の動画で解説していきます。今回はデフォルトで選択されているスタンダードを選択していきます。まずフィルター。これはローパスが搭載されています。シンセサイザーは生の楽器や声と違って広域が強く出力されます。そのためどうしてもキンキンしてしまったり、他のトラックと馴染まないということが起きます。そうした時にこのローパスフィルターを使用して、ハイの成分をカットしていきます。このような形で整えるとぐっと聞きやすくなります。そしてこのフェーズはですね、現在選択している波形をどこから読み込んで再生するかという位置を指定できます。他のオシレーターやその他機能を組み合わせたときにサウンドの微調整としても使用できます。そしてウェーブテーブルにですね、現在サウンドが鳴らない状態です。これはこの部分、オシレーターボリュームが下がっていますので、これを上げていくことでサウンドが出力されていきます。オシレーター2にも何か波形を選択して、音を作って両者のバランスを取っていくと。もちろんこちらのウェーブテーブルにも動きを与えるということも有効です。まだこの部分だけの解説ですけども、かなりのバリエーション生み出すことができるのを感じていただけるかと思います。そして各オシレーターには個別でピッチが用意されています。現在ピッチは互いに0になっていますので、この整数部分をドラッグすることで半音単位の切り替えが行えます。例えば今プラス1としましたので、C の鍵盤を押したとき、オシレーター1は C、オシレーター2は C シャープが演奏されることになります。このような形ですね。よく使用される方法としては、12半音、要は1オクターブ下、もしくは1オクターブ上ですね。このように厚みを加える方法や、この小数点以下を若干ずらして、サウンドにコーラス効果のような広がりを与えるというディチューンも使用されます。そしてもう一つのバリエーションとしてこちら7。7半音上で5度の音が重なります。これをですね、若干控えめにして入れておくだけでも、いい感じの広がりを与えることができます。そして今回の最後に、ピッチつながりとしてこの左下、グライドが用意されています。グライドは演奏されたノート間のピッチを滑らかにつなげるというものです。一度聞いていただきます。このボタンを点灯させて、あとはですね、ピッチ推移の時間を決めます。例えばこれを長めに取った時ですね。曲のテンポ感や求めているニュアンスに応じて調整してみてください。こんな感じにしておきましょうか。まずこんな感じで、この部分の機能を使ってサウンドを作ってみました。
言ってもですね、まだこの部分だけなので、次回はこのモード、特にこのゴリラというもの気になるという方、多いかもしれませんね。あとはこの下のフェーズモジュレーションですね。非常に面白く過激なサウンドを作ることができますので、この辺りを言ってみたいと思います。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。